皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は電気料金を例にとりながら知らなかったばかりに大損をしていくという話をしていこうと思います。サムネでいつの時代でも情報弱者が損をするというキャッチフレーズを使いましたが、私の本音です。通称情弱という方というのは、自分には関係ない、考えても難しいという先入観で凝り固まっているので、自ら考えて理解して今後降りかかってくる災難をどのように回避したらいいかを考えません。最終的に国が何とかしてくれるだろうという他力本願になり、実際に損をしていくという流れになることが多いと思います。しかしその気持ちもわからないでもないです。例えば今回取り上げる電気料金について言えば、詳しく説明しているブログや動画はいっぱいありますが、どれも難しいと感じることはありませんでしょうか。結局どうなるわけという結論を知りたいということになるのですが、結論としては途中をはしょって聞いているので理解できないままになるということの繰り返しになっているのではないでしょうか。そこで今回はこれから先電気料金はどうなっていくのかということを知りたい方のために、あまり細かいところは流しながら説明していこうと思います。しかし電気料金に対して説明してくれている多くの動画やブログの運営者は、視聴者の皆様により分かりやすく説明しようとするあまり、かえって難しくなってしまうというジレンマに陥っていますが、正しく理解するには必要最低限のことをお話ししてくれていることは間違いないということで、動画発信者、ブログ運営者の方のご苦労をお察ししていただければと思っています。逆に今回のように大雑把な説明というのは、例外やケースバイケースによって結論が変わることもすっ飛ばすことにもなりますので、あくまでも大きな流れをつかんでもらいたいという趣旨で話を進めていくことをご理解ください。ということで今回の動画は、1、最近電気料金の高騰について話を聞かなくなったのはなぜか。2、政府はどんな支援をしてくれているのか。3、今後どうなるか。4、どのように対策していけばいいのか。という流れで情報をシェアしていこうと思います。電気料金の仕組みについてより深く知りたい方は、この動画では目的を達成することができませんので、以前に配信した動画をご覧ください。しかし今後の流れを知りたい方にとっては有益な情報になると思いますので、戦略を立てることのお役に立てればと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて今回の動画ですが、結論から言いますと、今後電気料金は下がる流れではありません。2023年の4月から電気料金が一気に上がるという予想はありましたが、ご存知のように経済産業省が電力会社からの値上げ申請に対して待ったをかけています。それによって値上げは沈静化するのかもという淡い期待を持っている方も中にはいると思いますが、残念ながらそれはありえません。これはガスや水道、ガソリンなどを含めた全てのものが同じ流れとなります。それではなすすべなしではないかというツッコミが来そうですが、その通りでもはやどうしようもない状況です。ではこれ以上この先動画を見る必要がないではないかというと、そうでもなくて、その上でどうしていけば生き延びられるかということを考えて対処しなければ現実からは逃げられません。それが試練となるのかもしれませんが、目の前に起きていることに対処しながら少し先の未来のことも考えて行動する必要が出てくると思います。確かに大きな問題だと思います。なぜ今後は電気料金は上がっていくかというと、大きな理由は2つあると考えていまして、1、発電に必要なエネルギーが高騰しているからです。電気を作るのに日本ではほとんどを天然ガスなどを使用しており、外国から輸入しています。単純にそれらが高くなっていますし、その理由はご存知のウトロの戦争によるものが分かりやすいことだと思います。しかし本当の理由は違います。そこのところを知らないと今後起きそうなことを予想できないと思います。何が起きているかというと、グローバリストが自分たちの利益を最大限にするための争いが起きているということであり、そのために戦争は長引き、戦火が広がりつつあるということです。戦争を長引かせているなんて理屈はにわかには信じられないことかもしれませんが、それは善良な人たちの発想であり、過去に起きてきたことを検証するとおぞましい事実が浮かび上がってくるのです。ここのところは今後の展望に大切なことなので、一つ例を挙げておくと、2022年9月にノルドストリーム2の爆破事件というのが起きたことを覚えていますでしょうか。結局これはアメリカによる工作活動だったということが内部告発によって分かってきました。
もちろんアメリカ政府は否定はしていますので、突き詰めてみると真実は分かりませんが、実行犯と思われる関係者からのリークなのでほぼ間違いないというのが通説となってきています。さすがに倫理的にそんなことはやってはダメでしょうという感覚が実行部隊からも出てきたのだと思います。ノルドストリーム2というのはロシアとドイツ間にある海底パイプラインのことで、天然ガスを送るために作られたのですが、それらを破壊するということは厳しいドイツの冬にどれだけの国民が被害を受けるかということです。そしてこれはテロリストと同じ行為です。初めてこのような話を聞く方にとっては都市伝説だと思ったりするかもしれませんが、このような例は挙げたらキリがないと思うくらいあります。つまりエネルギー高騰の原因の一つである戦争は、武器商人の利益にもつながっている点を考慮しても終わる気配がないどころか、まだまだ長引くし戦火は広がると思われます。2、世界の覇権国家であるアメリカを没落させようという動きがあるということもあり、さらにややこしい状況になっています。その流れは顕著で、ブリックスというアメリカ、EU に対抗する勢力がどんどん勢いを増しているということで、これが第3次世界大戦に発展していくのではないかと心配されていますし、そうなりつつあります。アメリカのやり方に業を煮やした国々がどんどん反アメリカ勢力として勢いを増してきているのです。かつて大東亜戦争という日本がアジアの解放のために戦い始めたその背景もアメリカ、西側諸国からの侵略を受けていたということがありましたし、その手段を選ばないやり方は本当に汚いものでした。ちなみに現在日本はアメリカ側にいますし、 EU 方面に展開している防衛軍に加入する可能性も出てきていますから、このままだと高い確率で戦争に巻き込まれます。そうなると電気料金高騰なんていうレベルの話ではなくなります。電気料金の高騰一つとってもこれだけその背景が複雑であり、大規模な話であることだけは押さえておいた方が良いと思います。この辺りの話は別動画でも扱っていますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。話を電気料金に戻します。今電気料金については SNS 上で少し前よりも悲鳴が少なくなった感じもしますよね。これは何が起きているのかというと、日本政府が電気料金の一部を負担してくれているからです。それでも以前と比べれば電気料金の値上げは進んでいるのですが、表面上は収まっているように見えてしまうところが恐ろしいところです。世界情勢を考えると、冒頭に述べた電力会社からの値上げ申請を経済産業省が差し戻したということは、電気料金値上げもやむなしというタイミングを見計らっているのかということも可能性として感じてしまいます。先ほど言った日本政府の補助金とは、電気・ガス価格激変緩和対策事業のことで、特に私たちが申請する必要がなく、自動的に電気料金の一部を負担してくれる制度です。なので電気料金の高騰についてなんとなく漠然と不安になっていた人にとっては、心配していたほどの値上がりではなかったという錯覚を起こしていると思います。ところがこれは期間限定であるということに注意しなければいけません。期間は2023年1月から9月までの使用分で、1kWh あたり7円の値引きがされています。請求月で言えば2023年2月から10月まではかなりの割引を受けることができているということになります。もちろん事業者向けの電気料金も金額は違いますが補助されています。しかし今回は話を一般家庭に絞って話していますので割愛しています。その期間終了後はどうなるかというと、10月使用分、つまり11月請求分については半分の 3.5 円が割り引かれることが決まっていますが、その後のことは今の時点では分かりません。値引きは大いに結構ですが、今の日本政府は補助金を出して終わりなんて甘い考え方はしていません。この不景気で庶民が大変な思いをしているところに増税を計画しており、高い確率で実行されます。この話はまた別の動画を作ろうと考えていますが、こちらも相当考えて対策しておかないと大変なことになると思います。いずれにしても電気料金を日本政府がいつまでも肩代わりしてくれるということはありえませんので、少なくとも今年の10月使用分以降は恐ろしい電気料金が請求されることになると思います。電力会社と経済産業省とのやり取りも大幅値上げに向けての茶番にも見えますし、結局は大多数の国民に負担を強いることになると思います。ではそれまでの期間は安心かというとそんなに甘くはありません。ここからが今回動画のテーマでもありますが、仕組みを知らない人、情報収集に弱い方というのは全くの無防備ですので、その煽りをもろに受けることになります。勘違いしてはいけませんが、日本政府が補助してくれているのは燃料費調整額という電気を発電するために必要な天然ガスなどの高騰に対しての補助であって、電気料金の内訳はそれだけではなく他の項目については対象ではありませんし、
値上げは実行されてきていますから、かなり注意が必要です。ここはかなり大切なポイントですので、しっかり聞いてほしいのですが、電気料金の内訳はご覧の通りで、政府による負担は燃料費調整額の部分だけです。その他の託送料金や再エネ賦課金と呼ばれるものに対しては対象外となっています。それぞれが電気料金に占める割合はどのくらいかざっくり言うと、燃料費調整額は約 60%、再エネ賦課金が約 10%、託送料金は約 30% ということになります。つまり油断ならないと言ったのは、再エネ賦課金と託送料金が上がっていくからです。ただ嬉しいことに再エネ賦課金というものは図の通りずっと値上がりを続けていたのですが、2023年度は大きく減額され 1.4 円まで下がりますが、大きな流れではやはり値上がりをしていくと言われています。託送料金というのは、発電所から私たちの家にまで電気を送るために必要な電信柱や電線などだけでなく、その他の多くの設備の新設、更新、メンテナンス費用が盛り込まれているもので、これらのインフラも老朽化が進んでいて莫大なコストがかかることが予想されており、レベニューキャップ制度という値上げできる制度が2023年4月から導入されていますから、今後は上昇傾向にあると考えた方が良いでしょう。2023年度から導入される新しい託送料金制度、レベニューキャップ制度では、国が一般送配電事業者に対して収入上限を設け、その上限の範囲内で託送料金を設定します。それにしても、どうしてこのようにカタカナ表記で庶民を騙すようなことをするのでしょうか。つまりレベニューキャップ制度とは、事業者の収入の上限を設定できるというものなので、庶民から見れば請求金額が上がる可能性が高いことになるということです。最後に私たちはどのように対処していけばよいかということですが、この課題について、電気料金だけについて言えば2つしか方法はないのではないでしょうか。1、電気を使わない、または節電する。2、電気料金の値上げなど苦にならないくらい稼ぐ、です。現実的には節電しながら家計を見直し、収入を増やすことを考えるということになると思いますが、それぞれの置かれている状況は全く異なりますので、自分でできることを考えなくてはいけません。今回のテーマである情報弱者が損をするというのは、収入の増やし方一つとってもそうですし、働き方改革によって2023年4月から残業代が 1.25 倍から 1.5 倍となります。そうなると企業側は絶対残業はさせることはできないという流れになっていくことで、収入が減る事態になることにも及びます。雇われ側としては収入が減るということに直結するということです。こういった流れは急に湧いて出てきたことではないので、このタイミングで35年フルローンで家を購入している人は、それでもなんとかなると考えていたのか分かりませんが、よほど資産があったり現金で購入すること以外は無理筋になってくるでしょう。情報を持っていないというのはそういうことです。では普通の庶民はこれからどうすればよいのでしょうか。やらなければならないことはかなり多く、腹をくくって向き合わなければならないと思います。どのように困るかというと、最終的に生き延びるという観点から言えば、食材が高すぎて食べる量を減らすしかないし、上と向き合うことになるということです。収入に対して出費が増えるということは、ありとあらゆることに影響が出ますから、私の選択は家計の見直しをし、食料備蓄に全力を注ぐことをしました。なるようになるさという感覚の人は、本当にそのようにお考えならその通りやり抜くしかありませんが、空腹に襲われるというのは本当に厳しいと思います。歴史的にもはっきりしていますし、今世界のあるところで起きていることは何でも食べています。何を食べているのかははっきりは言えませんが、何でも食べています。これは生き延びるという人間の本能なのかもしれません。言ってみれば地獄絵図ですが、そのようなことも向き合わなければならない情報です。食料備蓄については、過去の動画でも考え方や方法まで配信しておりますので、概要欄からご覧いただき考えてみてください。いかがだったでしょうか。巷ではゴールデンウィークも終わり日常に戻っていくことになりますが、緊迫した世界情勢、日本海側で起きている地震など警戒しなければならないことも起きています。今後もいろいろな出来事が起きてくると思いますが、その都度想像力をフル稼働させて身の安全を考えてほしいと思います。今私たちにできることは限られていますが、それでも項目にしてみたらすごい数をこなさないといけないと思います。何度も言わせてもらいますが、食料備蓄を急いでほしいと思います。特に経済的に余裕がない方は予算を捻出して、日々値上がりしていることを考えると今が最安値ということを肝に銘じて決断してほしいと思います。
この動画が情報処理が間に合っていない方の頭の中の整理にお役に立てればと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。